さっきからナメソがすごい。今年はナメソもたくさん見えますね。なんか年々増えてる感じがします。一時全然見なかったんですけどね。軽く来た。しまった。ワイヤー調節ミスですね。ついにカニすら片網。ガラエビとかね、ほんとここいなかったんですけどね、柴エビもここあんまいなかったんですけどね、だんだん彼らも移動して大きい大きい出てきてるんでしょうね。あと今ちょっと感じましたけど、だんだん海水温下がってきて下硬くなってき始めてますね。道具が軽くくるようになってきました。今日は銅岩じゃなくてガラエビですね。まあ今のところはあんまり多いところじゃないんで、これは少ない方です。あとは柴と銅岩。でかい。そろそろこれを出しましょうか。もぐりの子からいただいた平らぎムキムキ器。でも薄まだやっぱちっちゃいな。でもちょっと大きくなってる、最初の時より。だんだん本当大きくなっていってますね。もっとなんかちっちゃかったですが、あと色もね、なんか悪い色でしたけど、だんだんいい色になってきてますね。つがいでいたんでしょうね。こちらが多分メスでしょうね。お腹大きいし。減ってる中にちょっと連休した後なんですけど、こうなってからが本チャンスね。ちょっと OK そうやな。ではね、またエビ拾い20分で拾えるでしょうか。もう1枚欲しいやつ。少ない、ここは。5つですか。3番目がちょっといまいちでしたけど、3番でこれだけ取れました。でもガラって全然いなかったんですよね。突然なんかバッと出てきました。まあもう本当あるあるです。よくあります、こういうことは。ペラペラ。これはあかん。うわー、もう病気かのように。もう一個なんか見えたと思ったら余って、もうおかずですね、これ。非常に欲しられてるパリイカです。小さいおかずですね、これも。なんか名古屋も見え始めましたね。今日4つ目かな、これ。こんな中にも。さっきも言いましたが、こうなってからが勝負なんですが、もうこうなった時のこの一発はすごい。やったね。本命セットですね。夫婦でしょう。ここはガラエビがめっちゃ多いですね。こっからがね、渡りガニの美味しい時ですね、本当の。ただ個人的に一番おすすめは、もうオスは夏でメスは2月ですね。ただ2月はもう潜り込んじゃって取れない。また見え始めましたね。もう1匹。これも増えてきてます。爪の上。
どうでしょうね。カニが入り出しましたね。3かな、拾えそうな。おお、素晴らしい。もう網の中に白いもんが見えたけん、ヒラメか思ったらマクロエイ。どうも美味しいらしいです。これはやわらだな。まだ、うわ、まだこんなガボガボが23459でしょうか、この網は。カニは楽になりましたけど、エビが忙しくなりました。来年用。誠にいい天気。今増えましたね。しかし同じ筋やったのにカニは少なめ。ハモ、今日はやっぱ潮起きてるんでハモも見えますけど、どうしようかな。あ、赤貝ナイス。そして赤貝、イカほんと増えてきましたね。成長遅れてるんでちょっと小ぶりですけど、これとエビ、今からエビ拾いです。カニ玉かあんかけチャーハンのカニゲットしました。これでカニ玉できます。親でカニ玉ができる。急激なイカの増えよう。でも今年はあれですね、ほんと尻焼け久しく見てませんでしたけど、もうこのところずっとハリイカだったんですが、秋もあとはカニ12345、後ろに5。これはなんか重い、良さそう。あ、でも色がいい。あと伝わりにくいと思いますけど、見た感じの繊維質もちょっと詰まってきていい感じです。ジャックスポット当たりましたね。でまた次行ったらおらんのでしょうね、同じとこ行ったら。これがナイス。ちょっとでも喧嘩が激しいな。ナイス、素晴らしい。ナイス。太陽オレンジになりましたね。おお、さすがオレンジタイム。カリイカっぽいな。焼きか。最後吹くような予報だったんですけど、やっぱり吹き始めました。これはいい透き通りました。今日は平木も豊富、事故が見え始めました。
今季初事故でかわいすぎる。ただカモメがブルーシート爪に乗っとった。これはもう何も入っとらんでしょうね。ブルーシート1メートル以下に切らんといけんのがめんどくさいですね。あれこれは何も入っとらんわ。よいしょ。どこでブルーシートが爪に乗ったかにもよりますけど、最後の巻くときならいいけど。入ってる。ナイスのぐらい入ってる。素晴らしい。10真面目パワー。いったー。ちょっと小手にやられたか。なんか今指が。やっぱお小手にやられてるようですね。痛い。激痛。もうこんなん入るとまた何も入らん。はい、これ素晴らしすぎる。さすが夕方パワー。エビが犠牲になってますけど、よしとします。おお、逃がすな。神様は最後の最後でヒラメをくださいました。あ、最後の最後じゃない。あとラスト1枚やって帰ります。来ました。お、名古屋無理じゃないですか。でかいやつ。うまいっすよね、本当に。まあ、トラフグには当然勝てませんが。なんかちょっと魔界のようになってきましたけど、海と山はこれが怖いですよね。けど春とか突然嵐になるんでめちゃめちゃ怖い時ありますね。ああ、今日ラスいまいち。こんな人コロナなのに開かれんか。雨まで降り出しました。時計見たら時間間違えてました。なのでラスト12分です。こいだの12分前に帰らないといけなかった。帰る時間間違えてよかった。逆にラッキー1つでは帰ります。20分前に違った時間を言うてしまった。自分が間違えたので急いで帰ります。お疲れ様でした。言った時間より遅れまして誠に申し訳ありません。はい。実はこれには深い訳がありまして、はい。時間を間違えたんです。それだけかい。3時前こもった3時過ぎてました。でもそのラストの12分しか漕いでない間にヒラメがおったんで、ああ、よかった。間違えてよかった。はい。ヒラメ2です。はい、結果オーライと。方面5。はい。ガラ狙ったんで最初ね、今回は動画狙いやめまして、ガラエビ狙いで1つ、ガラ2つ、はい、今日はガラが3つです。はい。あとは動画1つあれば、まあ、芝1つありだもん。はい。何が減ったんで楽になかったと思いきや、はい。ガラで大変です。どっちの方が？そう、ガラの方が大変な。でもカニも結構大変だったけどな、あれ。はい。カニは1つ、はい。2つ、はい。オスしかおらんかったけど。これオス？うん。はい。あとこれがシリアギが非常に。あ、これシリアギな。めちゃんこ増えた。驚くほどに。ひとしさんがカニ玉？うん。確かにやってないよね。やってませんね。ゆじぽんママの実力を発揮するところが来たようです。よろしくお願いします。はい。はい。もう閉めておりますので、これを使ってください。おお。素晴らしい。ちょっとエラー洗わんといけんけどね。はい。皆さん今日もハードワークボレーお疲れ様でした。昨日はですね、イージボンママさんとツーリング行ってきまして、道の駅、下道で行ける道の駅制覇の旅、鳥取行ってきました。琴の浦ポート赤崎大栄北条公園の琴の浦で買ってきましたカニエール
面白そうだったんで買いました。こちらはヒノキジューシーって書いてますけど、アルコール度数は 5%。ちょっと物足りないかもしれませんが、カニエールはですね、なんか面白そうですよね。松葉ガニ売ってました。1杯2000円ぐらいですね。大きいのはもちろん5、6000円。原材料、蜂蜜、レモン、柚子、ホップ、柚子ピール。面白い。瀬戸内レモンと鳥取産柚子をシトラスホップと合わせ、巻き釜製法で仕込んだすっきり飲みやすい柑橘エールです。冬のカニ料理にぴったりですということで、松葉ガニじゃないですが、我が家は渡りガニですが、いただいてみたいと思います。これとこちらヒノキジューシー、他にもねたくさんあったんですけど、面白そうなやつだけ買いました。森林面積 95% を占める西粟クラソン。西粟クラソン、そうなん、岡山じゃないですか。鳥取で買ったんですけど、西粟クラソン材木で有名なんですよね確か。黒文字やハーブの香りで森の香りを表現したポタニカル IPA。 ポタニカルがわからない。そもそもポと書いてるのかボと書いてるのかもちょっとキーが小さくて見えない。植物の甘い香りとホップのバランスが絶品のニューイングランドスタイルのクラフトエールです。ニューイングランドスタイルがわからない。でもいただきたいと思います。原材料名、ホップ、黒文字、ヒノキ、シナモン、ローズマリー。なんか面白そう。視聴者さんが常温で飲むってことを教えてくださったんで、常温で今日もいただきたいと思います。今日もパルメとローハンでいただきます。危ない。そんなつもりはない。おお、すごいよわ。そんな別に振ってないですけどね、今の振っとったんかな。こちら西粟クラソンのビール。ちょっとカニが泡だけになったので足しておきましょう。カニの方泡すごいな。いただきます。すごい。もう匂いが、もうヒノキの匂いがしてきてます。ヒノキとか黒文字の匂いが。以前氷見行って氷見焼酎、黒文字焼酎買ったの美味しかったの覚えてますが、その香りですね。ではカニからいただいてみたいと思います。意外に飲み始めは柑橘、瀬戸内レモンと鳥取産柚子をシトラスホップと合わせて本当にその味ですね。で後から飲み終わった後に本当にカニきます。おもろい。これは面白い。ただカニ料理と合うかと言われると非常に微妙。カニ味にカニ食ってるようになりますもんね。ではヒノキいただきます。これも面白そう。香りがとてもいいです。すでにこの時点でおもろい。ただこれはこっちは多分好みはもうめちゃくちゃ分かれますね。自分はもう木の香り自体が好きなんで、このヒノキの香りとってもいい香りに思いますけど、ビールを飲んでる感が全くしなくなるので、苦いビールとか好きな人はこの香りのきつさがちょっと嫌になるかもしれないですね。経験に飲んでみるのは面白いと思います。普通にこっち泡すごいんだけどな。もう極物中の極物の地ビールでした。面白かったです。チャーハンよりも白飯の方が美味しいであろうと、ゆうじママさんのおすすめの白飯になってしまいました。はい。じゃあちょっと乗っけますので。はい。もっと後ろに寄っていただいて。こっち？自分が。俺が。はい。これはいろいろ具だくさん。具が多すぎてはみ出た。ちょっと具が多すぎ。はい、あんなかかりました。はい。このポート赤坂で買った試食があったんでめっちゃうまかったんですよね。これ和風めかぶスープ。これは2人分ですのでええけど、すごいなこれ。今日いたハリカも入れてますし、平木もどっかにいるはずです。エビも入ってますね。冬瓜、カニの爪うまそうですね。ポート赤崎で買った和風わかめスープを添えましていただきたいと思います。ちょっとイカからいきます。美味しそう見えたんで。ちょっとご飯出てこんな。ご飯探索の旅が。よいしょ。ちょっとネギをのせていただきます。うまっ。イカうまっ。爪いきましょう。このカニの爪、多めの爪ね。さあ卵と合うのでしょうか。関もいきましょう。関いただきます。美味しくないわけがない。激ヤバでした今のは。やっぱりカニは爪が一番甘みがあると思います。子供の頃はですね、秋になったら渡りガニ焼肉でもカニが必ず
山盛りで出てきてたんでですね、もう爪しか食べてませんでしたが、今はもちろんこの足の部分も大好きです。あ、平らげおった。いただきます。美味しいけどやっぱ爪ですね。うまいのは海鮮天津飯ということにしましょう。味は最高です。今回もご視聴ありがとうございました。